マテリアルズ愛。ニムスが開発した耐熱超合金、ジェットエンジンのタービンブレードとして採用され、年間1億円もの燃費削減を実現しました。この超合金の開発に不可欠だったのが、ニムスが30年以上の月日をかけて作り上げた合金設計プログラム。1970年代から蓄積されてきた膨大な実験データによって最適な組成が導き出され、世界で最も高い温度に耐える超合金が誕生したのです。そして現在、より高効率なジェットエンジンの開発に世界がしのぎを削る中、高い強度と信頼性が求められる材料の開発には、これまで以上に多くのデータを集める必要があります。ただし現在、人的にも予算的にもリソースの豊富な海外に対し、国際競争力を維持することは難しくなってきています。そこでニムスは大量の実験データを1本の試験片に詰め込み、それらを自動で解析できる革新的な手法を開発。これにより従来の方法だと7年以上かかるデータの取得をわずか13日で実現しました。可能にしたのはニムスが誇る世界トップクラスの研究者たちのチームワークでした。耐熱超合金の開発において重要なのがプロセス、組織、特性の PSP データです。これらの情報を得るためには、まず試験片を鋳造し、調べたい温度条件で均一に熱処理を行います。その後、電子顕微鏡で組織を観察し、強度などの特性を得るための引っ張り試験を行うという一連の工程が必要です。それぞれの工程で専門のスタッフが専用の装置でデータを取得し、さらに各工程の間には試験片の切り出しや研磨、装置にセットするための加工など細かな準備が欲しいデータの数だけ必要なため、 PSP データの取得には膨大な時間とコストがかかっています。そのため実際の使用環境に近い650度から1200度までの熱処理データを1度単位で欲しい場合、551本もの試験片で一連の工程を繰り返す必要があります。この途方もない実験を高速で行うため、新たな手法の開発に挑んだのがニムスの研究チーム。このペースやってても、一生かかってしまうなっていうのがあったので、どうせだったら人間が一生かけても取れないような量をですね、自動で取れればいいなと思って。研究チームは一連の工程のスピードアップではなく、大量の熱処理条件を1本の試験片に集約し、それらを自動で観察し解析することはできないかと考えました。従来の装置や工程を一から見直す必要がある挑戦的な試みです。なかなか難しいし、すごい精緻な実験が必要なので、実験データの重要性が分かっているのと、プログラミングの能力がすごく発揮できる、そういう人材はなかなかいないですし、実現のためには熱処理における確かな実験技術と、自動で観察から解析まで可能なシステムが必要です。最初の問題は10センチほどの試験片にどのようにして大量の熱処理条件を詰め込むかという問題。この難しい課題に挑んだのが池田綾子。本来熱処理試験ではいかに均一な温度で正確に熱処理できるかが求められますが、池田はこの常識を覆し、温度に傾斜をつけて熱処理する手法を提案。処理温度を連続的に変化させて試験できる特殊な熱処理炉を独自に開発しました。装置上部には赤外線ヒーターをセットし、下半分には水冷管を巻きつけることで内部の試験片に傾斜をつける仕組みです。試験片を筒型のホルダーに入れ、熱処理炉にセットします。650度から1200度の範囲で傾斜をつけていきます。3時間ほど熱処理を行ったら急冷します。ここの底の部分がカパッと開きますので、そこからストーンと下に資料が落ちる形になっています。はじめに高さ調整用の棒が出てきた後に加熱された試験片が落ちてきます。よくご覧ください。スローでもう一度。
見事に傾斜がかかっています。池田の精緻な実験技術により551本分の熱処理を試験片1本に詰め込むことに成功しました。次の問題は、この膨大な情報を持った試験片からどのように組織と特性を得るかという問題。長田が考えたのは、従来の電子顕微鏡での撮影と特性解析をまとめて自動で行う手法です。ここで鍵となってくるのが強度の解析方法。処理温度を傾斜させた試験片を引っ張り試験にかけても、最も弱い部分から破断するだけで処理温度ごとの強度を得ることはできません。しかし長田は大村らと共に電子顕微鏡撮影から得られる情報と処理温度ごとの硬さを調べられるナノインデンテーション試験を組み合わせることで、従来の引っ張り試験で得られる強度と同等のデータを取得する手法をすでに開発していました。この部分を自動化することで、引っ張り試験を用いずに処理温度ごとの組織と強度を高速で得ることができます。そしてこの電子顕微鏡撮影と特性解析の自動化を実現したのがヘイフラ・トーマス。計算科学を用いた手法を得意とし、プログラミングにも長けたトーマスは、電子顕微鏡のソフトウェアを独自に改良。従来手動で位置やフォーカスを合わせていた顕微鏡撮影を自動化し、高解像度な組織の写真とナノインデンテーションによってできたくぼみの写真を自動で撮影可能にしたのです。その圧痕の大きさによって、自動的にその倍率とかも設定しますので、これにより処理温度ごとの組織とくぼみの写真を連続的に捉えることに成功しました。50度単位や100度単位の実験では得ることのできない貴重なデータです。さらにトーマスは撮影だけでなく特性を得るための解析も自動化。くぼみの自動撮影とナノインデンテーションで得られる処理温度ごとの硬さ情報から強度に関する特性を自動で解析できるプログラムを開発しました。この強力なプログラムが池田の熱処理技術と合わさることで、従来手法だと7年以上かかる数千点の PSP データの取得をわずか13日で取得することに成功したのです。全部がつながった時はすごいと思いましたね。後解析まで自動になるということで、これは相当早くなるなっていう。池田とトーマスが2人で担当者としてやってるんですけど、バックアップ体制としてはニムスの構造材料のいろんなグループのグループリーダーやメンバーが入ってまして、でそういう人たちがみんなアイデアを持ち寄って、だからこそできたかなと思います。構造材料研究のプロフェッショナルが揃うニムスだからこそ実現した超高速なデータ取得手法。得られた大量のデータは AI の学習データとしても活用されていきます。ニムスは今後も国産ジェットエンジンに搭載できる超合金の開発に挑み続けます。